はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャスティスの逆、フール逆、ワールド逆、ソード8逆、ソード4、女帝、ペンタクルスエース逆、はい、気をつけること対策がペンタクルスの9の逆と運命の旗をオラクルが節制です。おめでとうございます。今お誕生日迎えられている方は本当におめでとうございます。2月の後半とても重要なタイミングですよね。ちょっと星の解説もさせてください。もしこのポケットカペラをお持ちの方はこちらにも書いてますが、2月17日は水亀座で起こる金環日食です。でこれは日食自体が非常にエネルギーが強い、次の日食までの半年間非常に影響するよっていうことなんですけど、今回水亀座で起こるということと、あともう一つね、この金星という社交性とか華やかさとか美しさとか価値とか友情とかね、そういったものと近くで起こるこの日食なので、新しい発想とか未来志向というのかな、独自性を大切にこれからどんな人たちとつながっていきますかとか、どんな喜びを自分が作っていきますかっていう、すごく出会いとかチャンスを引き寄せやすいタイミングになるんです。こっからですよ。こっからね、8月までの間に。で特にそれを水亀座さんっていうのは、自分の太陽星座にしろ月星座にしろ、水亀座というエネルギーを持っていらっしゃる皆さんはこのエネルギーを非常に使いやすいんです。なのでちょうど2月前半はまだいまいちなんかいいと感じられなかったなっていう方も、このじゃあ17日からもう決めますっていうふうに決めていただいたらかなり変わると思いますし、かなりこのね使用前使用後ぐらいの変化がありますので、とてもいい流れに切り替えるいいチャンスだと思います。そして2月後半の流れでいくと2月19日から太陽は魚座に入っていくので、そこから自分の価値っていうものがもっと広がってくる、自分の感覚がもっと超えてくる。現実的にはお金を稼ぐとかお金を貯めていくとか、そういうことにも可能性っていうのは出てきますし、現実のお金だけじゃなくて、そういった自分の価値観とか感性が非常に超えてくる、豊かになるっていうふうにも使えますのでね、どちらにしてもいいわけです。そして、一つだけ注意していただきたいのが2月の26日から3月21日まで水星というね、コミュニケーションとかビジネスとか勉強とか頭の回転とかね、そういうのを司る水星が逆行しているように感じる期間があるんですね。でこの期間、特に今回魚座で起こるので、水亀座さんにとってはお金の計算がしにくいというか、これだけやったからこうなってっていうような、1+1 は2って、じゃあ 5+3 は2、じゃあ 5+5-3 は2とかって言えないような感じのエネルギーなんですね。物事がこうしたからこうじゃない、こうじゃない、これが済んだからこれでいいっていうふうに言いづらいようなエネルギーなので、ちょっとビジネスに関してはそういったちょっと予測が立ちにくい、お金の予測が立ちにくいということもありますし、交渉とかも変更になりやすいので、少し余白を持たせておくというかスケジュールとか交通手段も乱れやすいので、ちょっとだけ余裕を持っていたり、自分が考えていることとか思っていることも誤解なく伝える努力をする、そして確認をするっていうふうにしていただいたらいいかと思います。ただですね、自分の感覚を見直す、自分で自分のことをどう見てるかとか、自分のことをどう誤解してるかっていうことを見直すのはとてもいい時になるので、形じゃなくイマジネーションとか雰囲気とか感性に関して振り返るとかね、感じ直すとか、そういうのはとてもいいタイミングになります。2月26から3月21日ですね。そんな中で見た時にやっぱりでも今水亀座さん、火星も水亀座にありますし、これがね3月の2日までは
火星も水亀座にありますので、非常にバイタリティがあって新しく物事を起こしていく、切り替えられる、決めていくっていうのができる時です。それがさっき言った2月17日の日食と合わせてできるよっていう時なので、まさにちょっともう自分の理想の生き方とか生活とか、そう自分自身、自分がどういう自分になりたいかっていうことをここで意図していただくのが一番いいんじゃないかなと思います。いつだって例えば自己実現への道とか、なんかこう自分を変えていくっていうノウハウとか自己啓発本とかいっぱいありますけど、やっぱりタイミングっていうのがすごく必要だと思っていて、この2月の後半からそれができるよ水上田さんって感じがするので、自分にプラスになる努力をやっていってくださいね。で入り口のところがジャスティスの逆っていうことで、自分にとって何が正しいのかわからないみたいな、ちょっと迷いが生じているのかなって感じがあります。もちろん好きなものはある、でも現実はこう、どうすればいいの、夢を生きるって好きなことだけやればいいの、現実が追いつかないじゃないみたいなとか、なんかこうそういう追いたい気持ちと、なんかそのうまくいくわけないじゃないっていう気持ちだったりとか、もちろんやりたいんだけどどっちを先に優先させたらいいかわからないとか、自分が本当に望んでたことだったっけなみたいな、だんだんそれは自分の夢じゃないっていうふうになんか諦めた方がいいような気がするっていう気持ちになったりとかっていうことで、ちょっと揺れてたのかなって感じがします。あんまり悪い意味での揺れじゃないですよ。でもそういう時ってありますよね。特に日食の前っていうのは揺れやすいし、実際エネルギーはすごく混沌としてるので、本当体調良くないとかちょっとしんどいなっていう方は本当無理なくゆっくり休んでください。ちゃんと何もできてないって思う必要なんか全くなくって、このエネルギーの中に自分を委ねている、身を置いているっていうこと自体が素晴らしいんだと思っておいてくださいね。でやっぱりここでもフールの逆っていうのが出ているので、これは新しい何かが生まれそうっていうふうにも見れるんですけど、一旦ゼロに戻すっていうのがあるんですね。今の状況とかやってることとか考えてることとか夢とかいろんなことを、ちょっと一旦なしにしてゼロにして考えてみようみたいな感じがあります。なぜならばここに至るまでの間になんか自分がなんか求めてるものっていうのは自分がいる世界じゃないんじゃないかなみたいな、なんかそういうちょっと不思議な感覚があったかもしれませんね。なんか全てが夢物語に思えたりとか、なんか自分は何の夢を見てたんだろうみたいな感じたりとかっていうことで、なんかワールドの逆とかフールとかが出てるっていうことは、とてもちょっと一瞬魂が抜けるっていうかありますよね、そういう時ってね。時間的に短ければそれはちょっとぼーっとするとか上の空っぽくなるとかっていう感じがありますけど、なんか自分が何のために生きてたのかなとか、自分って何なのかなみたいな、急にふって全てが分かんなくなるみたいな瞬間ってあるかもしれませんが、それこそが自分のエゴをなくして実際の自分自身を感じてみようっていうタイミングだったのかもしれないし、なんかとにかく今この2月の後半っていうのは水亀座さんにとってすごく大事なエネルギーが来てますので、安心して委ねてください。そして今現状はちょっと体がしんどいなとか、いやもっとやらなきゃいけないこといっぱいあるけどできてませんとか、もうちょっと開き直りで無理ですって言ってるみたいな感じもありますが、それでもいいんです。それでいいんです。無理に何かを達成する必要なんて全くないし、自分自身が自分であること以上に何をしなくちゃいけないのって感じがするし、今ゆっくり休みましょうって感じが出てます。保留でいいじゃないですかみたいな。でゆっくり休んで十分に満たされたら、もういきなり幸せって感じがあります。なんだろう、本当に疲れてる時って分かりやすいですよね。疲れて寝不足で疲れてどうしようもない時ってもう頭も回らないしネガティブになるし、なんか体のあそこが痛いとかおかしいとかってなるけど、もう十分すぎるぐらい寝て栄養もちゃんと蓄えられてたら、もう起きた時すがすがしいみたいなね、ああ元気みたいな、なんかそういう感じの切り替えがすごくありそうなので、タイミング的にはその17日を過ぎたあたりから、もしくは19日ぐらいから、自分ってこれでいいじゃないみたいな感じで思えたり、感覚がねすごく豊かになってきます。その後やっぱりペンタクスのエースということで自分が大事にしたいもの見えてるよっていうのもあるし、なんかきっかけがあって、何かのきっかけがあって急に心がほかほかするっていうこともあるかもしれませんね。これ本当に日常よくありませんか、こういうの。
なんか自分がやさぐれてもうどうせとかってこう言ってる時に誰かからすごい優しい言葉をかけてもらったりとか、誰かの思いやりを感じて頑張ろうみたいに思ったりして、そこから急になんか元気になったり自分がどんどん生み出せるとかね、そういう感じで急に変わってます。そしてじゃあちゃんとやろうみたいな、お金貯めようでもいいし、自分が大事にしたいこの価値を温めていこうでもいいし、自分でそれを認めてますね。でさらに気をつけることや対策として生まれてこのね、運命の輪というカードが出てますので、ちゃんとその時が来るから大丈夫みたいな感じで言われてます。自分でなんか無理やりチャンスを掴んでいかなきゃいけないんだって思ってるかもしれないけど、もちろん動けば動くほどチャンスはつかめるし、そこで失敗したってそれは失敗じゃなく自分の肥やしになるだけだしいいんですけども、今なんとなく言われてるのは、無理に必要以上のチャンスをつかもうとしなくていいじゃないみたいな感じがしました。これに関してはもちろんやり方はいろいろあるし、うまくいく道もあるんでしょうけど、なんとなくこの流れを見るとなんかすごいダイヤルカナもねいっぱい出てるし強いんですよ。タイミングが巡ってくるし、ちゃんと水亀田さんは自分の理想の世界や行く場所が分かるよって感じで言われてる気がします。この節制のカードっていうのは無意識とか意識、現実世界と精神世界とか、そういう自分の現実と理想とかそういったものの架け橋ができるよっていうカードでもあるんですけど、自分の天職だと思う仕事をするとかいうのもありますし、自分が自分らしくある道っていうものがなんか示されるような気がしますね。この後半何にもないように見えて実はすごく重要な時期だと思うので、安心して委ねてください。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事、カップのナイト、運命のはまた出ましたよ。はい、カップ7ということで、仕事に関してもすごくチャンスが来ています。何かしらのチャンスが来ています。で、誰かが気にかけてくれています。声をかけてくれてるかもしれません。でもそれ受け取っていいのかなとか、どうなのかなとか、自分がやりたいのはこれだしなみたいなことをいろいろ想像するかもしれませんね。別にそれはご自身で選択していただいたらいいんですけれども、おそらく仕事に関してもこれ自分のなんか不安を埋めるような都合のいい仕事のチャンスが来るわけではなくて、本当に自分が生きやすい生き方にシフトしていくための仕事のチャンスや仕事の変化が起こるんじゃないかなと思います。で、その時決断するのは自分ですけども、やっぱりそれを味方してくれる人や応援してくれる人がいる、きっかけの人がいるっていう感じがします。で、ちょっとまだぼんやりするっていうか、はっきりしないなとか、いやでもそんな決めかねるなみたいな感じかもしれませんが、いい話だなと思いました。はい、なので自分がどう生きたいかっていうのをちゃんと感じておくっていうのが一番いいですよね、仕事においても。では人間関係見てみたいと思います。ペンタクスの5、カップキング、マジシャン。なんとなくですけど、カップの金が出てるっていうことは、すごくその水亀座さんを分かってくれる人がいるとか、優しくしてくれる人がいるんですけれども、その人の優しさを今受け取りたくないんだって感じがします。なんかね、ペンタクスの5のカードが出てるんですけど、これって自分で自分の価値を全然見てない時によく出てくるんですね。本当に私なんてって言いたいみたいな時とか、自分を責める癖がある人っていうのは自分を責めて安心するみたいなのがあると思うんですよ。私ってこんなにダメな人間なんですっていうことを自分でずっと責め続けて、それで許してくださいって言ってるみたいな。でも本当は誰も責めてないんですよね。自分の頭の中で誰かが責めてるだけで、それも癖なので、自分で自分を卑下するとか、もうダメなんだっていうふうに言うのを一回ストップしてみるっていうのがいいのかなって気がしました。特に今人間関係でこれが出てるってことは、どうせ私はこの中でダメですからとか、どうせ私嫌われてますからみたいな思考が自分を守っていたとしたら、今まではここから先は違うんですよねっていう、この流れに乗っていくには、自分で自分の豊かさや自分の愛らしさや魅力や存在価値っていうものを自分で見ていかなきゃいけないっていうのがあるので、それをすれば
その他者から今与えられている優しさとか、新しく始めていくこともいくらでもできるよっていうふうに言われてます。マジシャンのカードなんですね。これってマジシャンっていうのは本当いくらでもここから生み出していけるよっていうことなので、新しい出会いだったりとか関係性も全然できるんですけど、いや私もうこんな年なんでとか、いや私もうこれなんでって言って、なんか自分で自分を卑下してる感じがするので、もったいないなって感じがするので、もしパートナーシップで誰かと関わりたいとか思ったら、自分のいいところを思い出して、いい自分で関わろうっていうふうにしてみてくださいね。そうするとなんかいい流れになってくるような気がします。でもしいやそうは言っても落ち込みたいんですよっていう時は、全然どうぞ落ち込んでください。でも1日限定でとか24時間限定でっていうふうにしておいてくださいね。はい、では最後にもう1枚カードを引いてみますが、もしこの内容良かったよとか分かったよ、通じたよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。どうですか？このカードが落ちてきました。これを見て何か感じるものがあれば、皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんかまだやっぱり表面的なことしか見えていないって感じがあって、何か真実が隠されているし、まだわからないものがあるよってことなので、何が秘められてるんでしょうね。自分の中にどんな才能が秘められてるんでしょうか。どんな価値が自分の中にあるんでしょうか。それを見ていくのが楽しいなって感じがします。はい、この転換ね、ぜひ自分の良さを思い出して豊かにお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。